はい、こんにちは、サイバーメディアセンターの菊池です。サイバーメディアセンターっていうのはコンピューターのセンターで、皆さんが多分入学されたらすぐに、来られると思うんですけれども、僕はそこで、物理学を、サイバーメディアセンターで教えてるわけじゃないな、物理学を研究しています。ただ今日はですね、物理の話ではなくて SF の話をしろと、 SF の話をするというお題ですので、 SF なんて SF っていうのはサイエンスフィクションの略ですね。今の皆さんが SF っていう言葉を使うかどうかちょっとよくわからないんですけれども、 SF っぽいものっていうのは世の中にあふれています。例えば今だとちょうどこれを撮っている今、劇場では「新エヴァンゲリオン」っていうアニメがね公開されてますけど、今の新入生はエヴァンゲリオン世代ですらないかもしれないんですけれども、あれももう SF ですよね。それから皆さんが読んでるだろう、例えばライトノベル、ラノベなんかにはもう SF 的な設定のものはいくらでもあって、 SF というのはものすごく一般化しているわけですけれども、今日はその SF についてお話しするんですが、新しい SF の話ではなくて、僕がなんとなく好きな SF 作家と SF について、ただひたすら語るという、そういう講義です。最後までお楽しみください。それで今日はですね、まず最初にフィリップ・K・ディックという作家の話から始めたいと思います。フィリップ・K・ディックっていう作家はなんていうかな、1982年に亡くなっている作家で、もう82年って大昔ですよね。9012 40年前ですかにもう亡くなってしまっている作家なんで、もう皆さんからすればもう古代の作家だと思うんですけれども、日本で非常に人気があります。ただしその人気が出てきたっていうのは、82年に亡くなった後って言っていいでしょうね。それ以前にはいくつかの名作が訳されていたんですけれども、一風変わった作品を書く作家として知られていました。いくつかの傑作を書いている作家だとして知られていました。ところがその死後ですね、フィリップ・K・ディックの作品が、ほぼ全作翻訳されます。そうすると僕たちはこれまで知ってたディック像っていうのは全然違うんだということを知るわけです。彼は相当いろんな変な作品を書いてるんだと。これまでも一風変わった作品を書いてることは分かってたんだけれども、ただ変なだけじゃないんですね。そのストーリーもよくわからないような、もう何言ってるのかよくわからないような、なんていうか小説の体もなしてないような作品もたくさんあるわけです。そういうガラクタみたいな作品があり、だけどそれがすごく面白いんですね。だから傑作も書いたけれども、少数の傑作も書いたけれども、たくさんのガラクタみたいな作品を書いた作家であるということが分かってきました。で、ディックのファン、ディックっていうのは一旦惹かれると結構のめり込むタイプの、その読者がねのめり込むタイプの作家なんですけれども、ディックのファンになってしまうとですね、そういう傑作は言わずもがな、その駄作にももう愛着を持っちゃうわけですね。その駄作もディックだ、こんな変な作品もディックだっていうふうに思い始めます。もっとディックファンをこじらせると、駄作こそがディックだと。まともな小説じゃなくて変な作品こそがディックだ、もうストーリーも分かんないような作品こそがディックなんだと言い出す人たちもいるんですが、そこまでいくとちょっとさすがにねそれはやりすぎかなと思うんですけれども、でもそういうその傑作群とその膨大な駄作群を書いたディックという作家には非常に惹かれるものがあります。それで僕はもう大ファンなんですけれども、ディックのその話からまず始めたいと思います。ディックという作家は基本的には2つのテーマしか書いてない。1つのテーマはこの世界は偽物で見かけだけで、本当の世界はどっか後ろ裏になんか隠れているんだと、隠されているんだ、我々から隠されているんだというのが1つのテーマね。でもう1つのテーマが、この世の中には人間そっくりなんだけれども人間じゃないものがたくさん住んでるんだというのが、もう一個のいわゆるディックのアンドロイドテーマというやつになります。
それで今日は何冊か本をご紹介するんですけども、まず最初がですね、この「あなたを合成します」という作品なんですが、これ、ディックの作品の中で人気ないです。この間 Twitter で、アンケートを取りまして、ディックファンの皆さん、この「あなたを合成します」をどう思いますかみたいなアンケートを取ったんですね。で1番の選択肢に読んでないっていうのをつけたんですけども、200人ぐらいの人が投票してくれて、そのうち4分の3は読んでないと、そもそも読んでないんだと。それから残りの25% のうちの 15% ぐらいは読んだけど記憶ないんだというんですね。でまあそこそこだなっていう人が残りの半分ぐらいで、ほんのちょっとだけこれは傑作だという人がいる。でもほとんどの人は読んでないというですね、ディックの中でも不人気作品なんですけれども、僕はこれすごい重要な作品だと思っているので、まずはこの「あなたを合成します」というあまり知られていない作品のお話をしたいと思います。これは一番最初に出たサンリオ SF 文庫のバージョンです。サンリオ SF 文庫っていうのがなんていうかな、80年代にフィリップ・K・ディックをもうダ作も含めて全部出すと決めた偉い出版社なんですけど、このシリーズはもうありません。この「あなたを合成します」はその後草原と早川から出直していて、多分タイトルも2回変わってると思うんですけど、ちょっと僕その後のタイトルよく把握してないので「あなたを合成します」という最初のタイトルでお話しします。現代は「We can build you」あなたを作ることができますよというタイトルです。で、この小説には、まずその2人のロボット制作者が出てきます。合成するっていうことはロボットを作るっていう意味なんですけども、ロボット制作者が出てきます。一人がモーリー・フラウエンツィンマーで、もう一人が主人公のルイス・ローゼンという人物なんですけれども、この2人はもともとは電子オルガンを作っている会社をやってるんですね。そこへその一人モーリー・フラウエンツィンマーの方がロボットを作ろうと言い出すわけです。で何のロボットを作るかというと、彼の主張はリンカーンのロボットを作ろう。ここではロボットっていう言葉は使われていなくて、擬人体と訳されてますが、シミュラクラと原作では書かれています。今の言葉で言えばアンドロイドなんですけれども、シミュラクラっていう言葉は、ディックが非常に好んで使った言葉で、いわば人間そっくりというようなものですね。で、この作品は、まさにそのアンドロイドを、メインのテーマにした作品なんですけれども、ディックの考えたアンドロイドというのは実はもちろん機械でできている、つまり人間ではない本当に作られたものがアンドロイドであるというのはそれはそうなんですけども、じゃあ人間とアンドロイドは何が違うのかということをディックは、ずっと考えていて、彼の主張によればね、彼の考えによれば人間であるあるいはアンドロイドである、人間とアンドロイドを見分けるものは実はその共感する能力、人に共感する能力、あるいは感情移入する能力なんだと、そういうふうに彼は考えたわけですね。ちょっとね今だとなかなかポリティカリコレクトじゃないかもしれないんですけれども、感情移入する能力を持たないものは、人間のように見えても人間じゃないんだ。アンドロイドか人間かっていうのは機械でできてるかどうかじゃなくて、感情移入する能力があるかどうかなんだということを彼は主張したわけです。昔の作家なんでちょっとそこは多めに見ていただきたいんですけれども、そういう主張をした。でこの「あなたを合成します」というのはそのアンドロイドテーマが実は非常にストレートに現れている作品だと僕は思うわけです。で実はこれ、ディックは SF として書いたのではなくて、主流小説という言い方はちょっとおかしいかもしれませんね。普通小説、 SF 的なガジェットは入ってるけれども普通小説として書きました。ディックは普通小説をいくつも書いてるんですけども、ほぼ売れてないんですね。ディックの普通小説っていうのはほぼ売れてないんだけれども、彼は普通小説を書きたかったので、これも実は普通小説として書かれる。で彼は普通小説として書いたものっていうのは非常にその、描写が丁寧で力を入れて書いてるんですね。でこの作品も大変力の入った作品です。でもう一回お話に戻ると、
モーリー・フラウェンツィンマーとルイス・ローゼンがいるんですが、フラウェンツィンマーが、リンカーンのシミュラクラを作ろう、アンドロイドとはまあ言ってないんだけどシミュラクラを作ろうといって、本当にその、まず最初リンカーンじゃなくて、スタントンって将軍かな、の、アンドロイドを持ってくるんですけれども、それを見て、まあ、みんな驚くわけですね。それは機械仕掛けで、歯車で動いていて、そしてまあ電子頭脳を持っている。でもまあ人造人間なわけですよ。でもそれがちゃんとしゃべり会話をし、人とちゃんとやり取りができるわけですね。で動くと。でそれを見てまあみんな驚く。でそれでじゃあリンカーンを作ろうということになるんですけれども、なぜ彼はリンカーンのシミュラクラを作ろうとしたかというと、からそういうシミュラクラ、まあ南北戦争時代の有名な人たちのシミュラクラを作って、でそれで南北戦争を再現しようというふうに考えたわけです。もちろん彼らはその電子オルガンの会社です。まあ作る側ですから、そのイベントそのものを仕掛けようというわけじゃないんだけど、そういう企画を売り込もうということを考えて、そのために、リンカーンのシミュラクラを作ってみせようというわけですね。だからまあ言うてしまえば、テーマパークみたいなもんですよ。なんていうんですかね、南北戦争再現テーマパークみたいなやつですね。そういうのをやれば大人気になるぞと、大儲けできるぞということを考えて、リンカーンのシミュラクラを作ったというわけです。それが一つの筋なんですけれども、もう一つの筋は今度はそのフラウェンツィマの姪かな、プリス・フラウェンツィマーっていう女性が出てきます。この女性はまあある種この純粋な悪意みたいなもの、若い女性なんですけども純粋な悪意みたいなものを持っている人間です。で、まあ、そういう純粋な悪意みたいなものある人間にって結構魅力的なところがあるわけですよね。でそれに惹かれるところがあって、ルイス・ローゼンはそれに惹かれていくんですけれども、だから、ルイス・ローゼンが、そのプリスに惹かれていく話と、それから、リンカーンシミュラクラを作りリンカーンと対話するという話とが、進んでいきます。まあ他に途中にその大富豪が出てきたりいろんな話あるんですけど、そこはぜひ本を読んで、ディテールのところはぜひ読んでいただきたいんですけど、大変面白い小説なので読んでいただきたいんですけれども、ここで大事なのはルイス・ローゼンはリンカーンにまあ相談するんですね。リンカーンってそのシミュラクラなので機械で動いてるし、それから電子頭脳だってこと分かってるわけですよ。分かってるんだけどまあいろいろ話をする。そうするとリンカーンはルイス・ローゼンに大変同情的にいろいろ話してくれるわけです。相談に乗ってくれる。大変にこう人間的な振る舞いをするわけです。でそれに対してもう物語の途中からもうリンカーンなんかいなくなっちゃって、物語の後半3分の1ぐらいかな、最後の方はプリス・フラウェンツィンマーとルイス・ローゼンの物語、もう SF でも何でもないんです。プリスとローゼンの物語になるんですけれども、プリスはまあ純粋な悪意を持っているので、それに惹かれているルイス・ローゼンにまあ相当、ひどい仕打ちをするわけですね。でそこですよ。この物語のテーマというのは結局そのアンドロイドシミュラクラであるリンカーンとその人間から生まれた明らかに人間であるプリストを対比させて、それとその主人公ローゼンとの関係からいわばリンカーンの方がよほど人間らしいということをまあ書いてないですよ。書いてないですけども、人間とその機械なんだけど人間らしいリンカーンと、人間なんだけれども相手に感情移入することのない、相手に共感することのない純粋な悪意を持ったプリスというのを対比することによって、まあ人間とは何かと、人間とロボットを分けるものは何かというそのディックの、お得意のテーマを、いわば
最も純粋な形で表した作品だと思います。非常に良い作品だと思うんですけれども、全く人気がなく、しかも基本読まれていないという作品になるんですが、これが62年に書かれました。それで実はこの作品売れないんですよ。ディックの純文学のご多分に漏れず売れない。これ SF 的な設定だから SF っちゃ SF なんだけれども、それでも売れない。最終的に、多分69年に雑誌に掲載されて、それが単行本になるのは72年です。だからほとんど10年近くかかってようやく単行本になるわけですね。これ自信作だったかどうかはさておき、相当よく書けていて非常に丁寧に書かれた作品で僕は大好きなんですけれども、そしてディックのそのアンドロイドテーマというものが相当ストレートに出ている傑作だと思うんですが、今でも人気がないし、当時も、出版社に買い手が出なかった、つかなかった。それはそうかもしれないんですね。もっとドタバタの SF、ドタバタっていうかもう冒険ものの SF みたいなものを期待している出版社に対してですね、これ地味な作品ですよ。それでしかも後半後ろの方にはもはやリンカーンすら出てこなくて、もう人間ドラマしかないっていう作品なので、売れなくても当然かなというふうには思うんですが、ディックの重要作だというふうに思います。で、売れなかったがためにだと思うんですけども、ディックはこの小説の設定を他の小説に流用していくんですね。63年に書かれた「シミュラクラ」という作品があります。これもサンリオ SF 版の最初に出たサンリオ SF 文庫版ですけれども、シミュラクラ、もうタイトルからしてシミュラクラなんですね。だからもちろんロボットテーマなんですけども、これにはフラウェンツィンマーが出てきます。そしていくつかの、これに出てくる細かいものが、これにも流用されているんですけども、ただしメインのストーリーは全く違います。この話は、ストーリーを要約するのは大変難しいんですけど、大統領がシミュラクラで、つまり作られたもので、実際にその実験を持っているのはそのファーストレディーだということぐらいは言えるんですけど、その後の展開について説明するのは大変難しい。難しいというか、プロットあるんだかないんだかよくわからない。これはいわゆるディックの駄作群の一つに数えていいと思います。評論家のローレンス・スーティンという人はこの作品をディックの作品の中で最も複雑なプロットを持った作品だと書いてるんですけれども、複雑っちゃ複雑です。複雑になっている理由は多分行き当たりばったりに書いたせいなんですね。でもだから要約は大変難しいんですけれども、とにかくこれはあなたを合成しますが売れなかったために、その作品からいわばスピンアウトとして作られたと思われる、少なくとも登場人物が重なっているわけですね。フラウェンツィンマー、それからテーマもアンドロイドテーマという意味で重なっている作品です。それでこの作品もおすすめは特にしません。駄作群の一つなんでおすすめは特にしません。こっちのあなたを合成しますはおすすめしておきますけれども、これは何ていうかな、これからちょっと僕の話を聞いてフィリップ・ディックという作家に興味を持って、そして傑作群を読んで自分はディック好きなんじゃないかと思ったら、これも手に取ってみてください。なんていうかな、っていう思うかもしれないんですけども、これも好きになってしまったらもうあなたはディック沼にはまってるということです。いくつもの駄作が待っています。そして立っちゃおう。もう一つ、これフラウエンツ今しか出てきてないですよね。もう一人ローゼンどこ行ったんだと話なんですけども、ローゼンは1968年に書かれた別の物語に出てきます。それがこの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」という作品なんですが、こちらはディックの代表作です。おそらく最もよく知られている作品です。そして中身も傑作です。非常に、よく書かれています。ディックの SF としてはもう傑作の一つに数えられる作品で、もうタイトルも有名なんで多分ご存知だと思うんですけども、アンドロイドは電気羊の夢を見るか。これは、早川文庫の、もともと早川 SF シリーズで出たんですけど、これ早川文庫の多分最初の表紙だと思います。今の表紙は真っ黒い表紙なんですが、
これはどういう話かというと、まあ多分核戦争後の地球ですね。もう生き物は、もうなんていうのかな、まあ大体死んじゃってるわけですよ。でそういう世界でペットを飼うっていうのがステータスなんですね。本当に生きてるペットを飼うっていうのが人々のステータスになって、で、見栄を張るために人々はその生きてるペットを飼えない人々は電気仕掛けのロボットの動物を飼います。まあだから飼ってるように見せかけます。見栄を張ってるわけですね。まあそれがまさにタイトルの電気羊なんですけれども、例えばそれはどのぐらいその徹底しているかというと、例えばロボットの、羊でも何でもいいですけど故障したとしますよね。その時にそれを修理しに引き取りに来る業者っていうのは動物病院を装ったトラックで引き取りに来る。つまり、周りの住民にあの人はロボットの動物を飼ってるんだということがバレないように、本物の動物を飼ってるかのように見せるように振る舞う。で本物の動物を飼ってるっていうのがとにかく重要だという、そういう世界の物語なんですが、そういう世界で、そこにはアンドロイドがいます。この作品の中ではアンドロイドと呼ばれているんですけれども、アンドロイドとかアンディとか呼ばれているんですけれども、それは何のために使われているかというと、宇宙開発ですね。火星で刺激されている、この物語では火星で刺激されている、アンドロイドがいるというわけです。でそいつらがですね、そいつらっていうかアンドロイドがたまにこう地球へ逃げてくるんですね。で主人公はリック・デッカードという警官なんですけれども、仕事はその逃げてきたアンドロイドを見つけて殺すことなんですね。リック・デッカードの仕事である。さてそのローゼンっていうのはちょっと、名前はルイスじゃなくてエドウィン・ローゼンっていう別の名前なんですけど、でもローゼンですね。ローゼンっていうのは、そのアンドロイドを作ってる会社であり、その会社の社長なんですけれども、ローゼンがアンドロイドをローゼンのもとへ、そのアンドロイドを作ってるローゼンのもとへリック・デッカードは行くわけです。というのは、アンドロイドが火星から逃げてきたぞと、だから捕まえろという指令が来る。そこで、ローゼンのもとへ、会いに行く、わけですね。そこで、デッカードはレイチェル・ローゼンという女性に会います。でデッカードに限らないんですけども、彼らはそのアンドロイドと人間はもう見分けはつかないです。見た目では分からない、行動を見てても分からない。だけどもそれを見分ける検査があります。この作品ではフォークトカンプ検査と呼ばれているんですけども、ちょっと読み方は何とも言えないです。ボイトカンプ検査と読むべきかな。いろんな読み方あり得ると思うんですけども、そういう名前の、いかにもなんかドイツで作られたかのような検査があるんですけども、それは何かというと共感能力を測るんです。あれ感情移入能力を測る。まさにそのディックが考えた、ロボットと人間を分けるものですね。それを感情移入の能力、共感する能力ですけど、その能力を測る検査がその、これでいうフォークトカンプ検査です。で、この作中、レイチェル・ローゼンっていう若い女性にデッカードは紹介されるんだけど、レイチェルを、そのフォークトカンプ検査にかけてみろというわけですね。フォークトカンプ検査は本当に正しくアンドロイドと人間を見分けているのかというふうに挑まれるわけです。でこのレイチェルを調べてみる。で調べると、彼はレイチェルはアンドロイドであるという結論を出すわけですね。で実際レイチェルは、そのローゼン社で作られたアンドロイドで、そして、作中、リック・デッカードを、ある種たぶらかす役のなんていうんですかね、ちょっと悪い役の、アンドロイドなんですけど、彼女は地球生まれの地球育ちのアンドロイドなんですね。火星に行ったわけじゃない。で、これもぜひ読んでほしくて、ディテールはたくさんあって、他にサイドストーリーたくさんあるんで、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、この物語で、火星から逃げてくるアンドロイドの集団のリーダーはロイ・バッティという名前で、そして、仲間に今度はプリス・ストラットンというアンドロイドがやはりいます。
ここにプリスが出てくるわけです。先ほどそのあなたを合成しますでそのルイス・ローゼンを翻弄する、純粋な悪意の持ち主の人間だった。ただしディック的に言えばそれはアンドロイドであるというような人だったプリス・フラーエンツィーマンがいましたけれども、この作品の中では同じプリスという名前が、プリス・ストラットンですけれども、プリスという名前の人物が今度は、アンドロイドとして登場します。そこそこ重要な役のアンドロイドとして登場します。これはあなたを合成しますからのスピンオフだと思うんですけどもと、僕は理解してるんですけれども、それで、この物語ではやはりそれほど深くはなんていうのかな、さっきのあなたを合成しますほど深くはどっちが人間でどっちがアンドロイドですかみたいな話にはなかなかならないんだけれども、でもやっぱりちょっと人間とアンドロイドの違いみたいなものに一応はフォーカスした作品で、ただストーリー的にはもっとその人間の中にそのアンドロイドが混じっているっていうことの恐怖をテーマにした作品です。恐怖って言ったんですけど、これディック一流のドタバタ、相当ドタバタした作品で、ドタバタ SF だと思ってもらってもいいです。ただ、ストーリーとしては非常によくできてて、面白い作品でディテールも大変いいです。僕が今喋ってない話、今喋ったのはアンドロイドテーマだよっていうそのメインのとこ喋ってるわけですけれども、僕が喋ってない話がたくさんあるので、ちょっと読んでみるといいなというふうに思います。これ68年の作品で、なんていうかな、ドタバタだし割となんかあれって思うところも今読んだらねあれって思うところもあるかもしれないんですが、この作品は多分後世の SF に相当大きな影響を与えました。というわけで今日は、まずディックのそのさっきも言ったようにディックっていうのは世界は偽物だっていう話とテーマと、それから、この世界には人間じゃないものが住んでる。それでアンドロイドと人間の違いは何かっていうテーマを追求した作家ですが、アンドロイドテーマの作品を今3つ、ご紹介しました。あなたを合成しますとシミュラクラというあまり特におすすめしない作品と、絶対おすすめのアンドロイドは電気羊の夢を見るかという作品を、ご紹介しました。あなたを合成しますはそうね、できれば読んでほしいんですが、どれかって言われたらまずはアンドロイドは電気羊の夢を見るかで、これディックの傑作ですから、ディックというのはどういう作家かなというのを見てもらえばいいなというふうに考えています。さて、でこの作品「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」から映画が1本生まれます。それは皆さん、ご存知かもしれませんけれども「ブレードランナー」という作品です。リドリー・スコットが監督してハリスン・フォードが主演した、未来のロサンゼルスを舞台にしたハードボイルド映画ですね。でその作品はストーリーはメインストーリーだけ言うと、もうこの「アンドロイドは電気羊の夢を見るか」の何ていうかな、骨組みだけ取ってきた、今さっき僕が話した程度の骨組みだけを取ってきてすごく簡略化した、作品になっていますけれども、ハードボイルドタッチ、いわゆるノワールっていうタイプですかねの映画になっていて、大変見応えのある作品です。でこれ後で言うんですけども、そして後世の、映画やカルチャーに大変大きな影響を与えました。ところがこれは82年に、公開されるんですけれども、その時には、日本公開何年だったかちょっと覚えてないんですけど、僕日本公開最初見に行ったんですけれども、それほどの人気にはならなかったんですね。大ヒットはしなかった。ちょっとマニアな、SF ファンあるいはディックファンが、見に行く程度の作品で、それほどの、ヒット作にはならなかったんですが、この作品「ブレードランナー」という作品はその後、リバイバル上映なり何なりでだんだん熱狂的なファンを集めていき、ある種のカルト映画、もうカルトと言えないかもしれないですね。今では SF 映画のベスト10みたいなのを選んだらもう必ず上位に上がってくる、作品になっています。それぐらい人気のある作品です。でストーリーは、この「アンドロイド電気羊の夢を見るか」を簡略化したものだと僕今さっき言ったんですけど、実は1個
ものすごく大きな違いがあります。というのはブレードランナーの方ではこの作品に出てくるレイチェル・ローゼン、この作品のレイチェルもね、最後にちょっとだけ人間っぽいところを見せたりしてちょっと面白いキャラクターではあるんですけれども、ただやはり基本的には悪意のあるキャラクターとして描かれている。それに対してブレードランナーの方はすごくハードボイルドタッチになってるとかそういうスタイルの違いもあるんだけれども、それ以上にストーリー的には実はリック・デッカードとそのレイチェル、ローゼンではないんです。映画の方では、なぜかローゼンじゃなくてティレルっていう会社になってるんですけれども、ティレル社のそのアンドロイド、ごめんなさい、映画の中ではアンドロイドという言葉は使われずにレプリカントと呼ばれます。レプリカントってなんか複製されたものですよね。複製人間っていう意味だと思いますけれども、レプリカント、それは歯車仕掛けではなくて、生体ロボットみたいなものなんですけど、それはアンドロイドの原作の方でもそうです。でそのレプリカントのだからその体の作りは完全に人間と同じなんですね。でそのレプリカントの、レイチェル・タイレルと、リック・デッカードのラブストーリーが一つの、ストーリーの一つになっているんですね。これは原作からの相当大きな逸脱であり、発明でもあるわけですね。発明っていうか当然なのかもしれないけれども、脚本の面白いところ、優れたところです。それで、もう一つの筋はもちろん同じで、その宇宙から、脱走してやってきたアンドロイドの集団グループがいて、それを、リック・デッカードが見つけて殺していくという話なんですけれども、出てくるアンドロイドはさっきも言った、ロイ・バッティ、それから、プリスっていうのはもちろん出てくるわけです。で、このブレードランナーのプリスっていうのはおそらくその電気筋の原作の方のプリスよりもよりこの「あなたを合成します」のプリス・フラワーエンツィーマに近いと思うんですけれども、その関係は分かりません。僕は相当その、ブレードランナーっていう作品そのものが「あなたを合成します」から引用していると思っていたんですが、最近ブレードランナーの脚本家のインタビューを読んだら、いやディックなんかそんな読んでないとか言っているので、真実は分かりません。分かりませんけれども、相当その「あなたを合成します」のプリスに近いプリスが出てくる、アンドロイドとして出てくる。で、レイチェルは全然違う人間として、描かれています。それでここに書かれているごめんなさい、ブレードランナーに出てくるそのレプリカントっていうのはもちろん大人として作られるわけですね。大人として作られているんだけれども、子どもの時の記憶を持ってるんですよ。でそれはだから植え付けられた記憶なんです。偽物の記憶を植え付けられている。実は偽の記憶っていうのはそのディックが割と好んで使ったモチーフで、例えば強く売りますは映画で何でした、トータルリコールか。トータルリコールという映画も偽の記憶を植え付けられる話なんですけれども、そうやってその偽の記憶を持っている、アンドロイドだからちゃんともう一生分の記憶を持ってるわけ。もう祖先のお母さんの記憶とかも全部持ってる。そういう記憶を実はアンドロイドたちはレプリカントたちは実はすごく大事にしてるわけですね。で、その記憶をめぐるレイチェルと、デッカードのやり取りっていうのは一つの、この物語のハイライトになっています。で、これも映画ぜひ見ていただきたいと思います。原作とさっきも言ったようにあらすじそのものはそんな変わらないっていうよりもその骨組みだけ残したような作品ですが、そのレイチェルとのラブストーリーが入ることによって全く違う作品になっていることと、そのさっきも言ったノワール的なスタイルによって原作読まなくても、十分に楽しめるし、それから原作読んでも楽しめるし、どっちも独立して楽しめる作品になっていると思います。SF 映画を代表する、一作なので、そしてディックの、原作による最初の映画でいいのかな、多分最初の映画だと思うんですけれども、ディック作品っていろいろ映画化されるんですけど、その後多分ブレードランナーが最初の映画だと思います。そういう作品でぜひこれ面白いので見てください。でつい最近
続編が作られました。ブレードランナーの続編、ブレードランナー2049という作品が作られて、それはもうディックの原作からは完全に離れているんですが、僕に言わせるとどう考えてもあなたを合成しますとアンドロイドは電気羊の夢を見るかと、そしてディック自身のライフストーリーからの引用があるとしか思えないんですが、そこは分からないという意味では脚本家はディックそんな読んでないって言ってるのでちょっと分からないところある。でも、ブレードランナー2049はそのブレードランナーという傑作、もう続編を想定せずに作られた傑作の続編としては大変素晴らしいです。メッセージっていう映画を撮ったドゥニ・ビルヌーブが監督してるんですけれども、素晴らしい作品でハリソン・フォードも出てきます。もしブレードランナー見て面白かったという人はその2049の方も見てください。さて、実はブレードランナーは SF としての傑作になったわけですけども、その一つはそのストーリーの面白さ、描き方だけではなくてそのビジュアルにあるんですね。で、大きくその後世に影響を与えたのはむしろストーリーよりもそのビジュアルであると思います。で、例えばそれはどういうものかというと、そのロサンゼルスね、舞台はロサンゼルス、ハイテクのもう未来っていうか実はもう未来じゃないんだけど、ハイテク、今から考えると未来じゃないんだけど当時から見たら未来ね、ハイテクな街ロサンゼルスなんですけど、そのハイテクな街がそのピカピカのハイテクな街として描かれていずですね、まあなんていうかならず者アウトローみたいなものがその辺を歩いていて、それで、ギラギラしたネオンサイン、それも日本語だったり中国語だったりの、ネオンサインがギラギラしていて、建物はもう古いままの石造りというか今のロサンゼルスみたいな古い建物があって、そこに、屋台が出ていたりして、そして、もうゴミ置き場にはゴミがあるみたいなそのわい雑な雰囲気、そして、アウトローたちがいるようなちょっと危険な雰囲気で、暗い中酸性雨が降ってるっていうその中で、ネオンサインがジジジジジとか言ってもう言っているわけですよ。でそのネオンサインにはなんか日本語が書かれてたりするね、そういうビジュアル、その中で、パトカーは空を飛ぶとかね、そういうその未来世界なんだけれども、そのピカピカの未来ではなくて、そのすごいわい雑でそのある種危険な雰囲気をはらんだ街としてのロサンゼルスが描かれている。そう聞くとね、そのイメージいくらでも見てるじゃんと思われるかもしれないね。例えば、押井守が監督した城正宗原作の「広角機動隊」が押井守によって映画化されてます。それから続編もありますね。まあ押井守じゃないバージョンとかテレビバージョンとかもあります。広角機動隊とか、あるいは割合最近ハリウッド版でそれの実写映画なんかもありましたね。で、それに描かれる世界観っていうのはまさにそのロサンゼルスと非常によく似てるわけです。まあどちらかというと雰囲気的には香港みたいな感じのイメージになるんですけども、そのブレードランナーに描かれたロサンゼルスと非常に似ている。あるいは、日本の映画ではアニメで言えば「アキラ」とかねが描いている世界観みたいなものは非常にそのブレードランナーに似てる。だからそういうブレードランナー的な世界を描いたアニメであるとか漫画であるとか、あるいはおそらくラノベであるとか、もうその後たくさんあると思うんです。だからもうそんなイメージは当たり前だと思うかもしれないけれども、それを始めたのがブレードランナーなんですね。だから全ての始まりはブレードランナーにあるというわけです。そこでもう変えて大丈夫だったかな、話をガラッと変えて、そのブレードランナーからさらに話を進めてみたい。ウィリアム・ギブソン、さっきちょっと僕口走りましたけど、ウィリアム・ギブソンという作家がいます。ウィリアム・ギブソンは、1982年に公開された、ブレードランナーを見た時に、これは逸話ですよ。逸話として劇場で見て腰を抜かしそうで驚いたというふうに伝えられています。本当かどうか知りません。そういう逸話があります。なぜか。ウィリアム・ギブソンがその頃
書いていたのはデビュー長編の「ニューロマンサー」という作品なんですが、ニューロマンサーという作品の作品世界、ギブスンがもう新しい世界として描いた作品世界、描きつつあった作品世界がすでにそのブレードランナーの画面の中に出てきたわけですね。でそれを見たギブスンは腰を抜かすほど驚いたのだというふうに伝えられています。そこで今度はウィリアム・ギブスンの話をしましょう。これは「ニューロマンサー」という作品で、1984年ですね。これも84年ですからもはや古典ですよね。84年、何年前ですか、35年ぐらい前ですかねに書かれた作品ですので、もはや古典なんですけれども、日本で翻訳されたのは86年になります。これはすごく話題になりヒットし、カルチャーにも影響を与えました。この作品いくつも特徴があるんですけれども、一つはこれはハードボイルド作品で非常に簡潔な文体で、書かれています。でとにかくスタイリッシュです。最初の一文が「港の空の色は秋チャンネルに合わせたテレビの色だった」という文で始まるんですよ。これもね、今の皆さんに秋チャンネルに合わせたテレビの色が何なのか分かんないと思うんですよ。青いのかって思うかもしれないです。そうじゃないんですね。当時の秋チャンネル、放送してないチャンネルをテレビでそこのチャンネルに合わせるとホワイトノイズが映ったんですね。砂嵐って呼ばれてるんですけど、港の空の色は秋チャンネルに合わせたテレビの色だったっていうのは合ってるかな、多分合ってると思うんですけども、そんな、ホワイトノイズみたいな空だったという話なんですが、その一文でもう僕たちはもうやられてしまったわけですよ。これはすごいスタイリッシュな作品で、ずっとスタイリッシュな文体で、最後までいくんですが、じゃあその港の空っていうのは一体どこか。この作品の第一章は千葉シティブルース。千葉シティなんですね。千葉シティっていうのはどこだよって、千葉ですよ。日本の千葉です。東京の隣の千葉です。千葉シティブルース。千葉が舞台でこの物語が始まる。今だとね、やっぱり80年代だから日本が舞台にできたんでしょうね。今だとちょっと中国に取られちゃうかもしれないですよね。ちょっと日本もね、もう相当いろいろ凋落しているので、今でも日本を舞台にしてくれるかどうかわからないけれども、この作品ではまずとにかく我々は千葉シティブルースという第一章のタイトルにびっくりし、そして、その港の空の色はっていう第一文に驚き、そしてその作品世界に驚いたわけです。それで千葉シティ、ここに出てくる千葉シティっていうのはまさにそのブレードランナーに描かれたロサンゼルスなんです。つまりハイテクアウトローがいる、危険な街、わい雑な街、それでいて大変ハイテクな街という、そういう設定なんです。出てくるのはもうみんな悪いやつらばっかりで、アウトローばっかり出てくるんですけども、そういう世界を、小説として描いた。だからそれはちょっとブレードランナーに先越されたねっていうのがこの作品なんです。でもこの作品にはこの作品としてのオリジナリティがすごいたくさんあって、その文体、今はそのハードボイルドのスタイリッシュな文体って言ったんですけれども、もっと言うとこの作品はそういう未来世界を現代っていう意味はその時点の視点で描くっていうスタイルをとっています。SF、未来を描く SF の多くが現代の視点で未来を描いてしまうんですけれども、そうじゃなくてニューロマンサーでウィリアム・ギブスンがやったことっていうのは、未来社会をその時の視点で描く。つまりこれは普通小説なんですね。ただし未来の人が書いた普通小説という、普通小説ってハードボイルドなんで、探偵ものっていうかハードボイルド小説なんですけど、未来の人が、その現在形で描いている世界という作品になっている。だからすごい、説明とかないわけですよ。これものすごい量の新しい見たこともないガジェットみたいなものがたくさん出てくるんですけども、それは何の説明もないまま、たくさんのガジェットが出てくる。だから、すごく情報量が多い作品でいて、そして、読み解くのには、それなりに何て言うんですかね、頭を使うっていうか、使うっていうとおかしいな、むしろさまざまなガジェットが説明なしに出てくることのスピード感、
そういうようなものが、この作品にはあふれています。そして、大事なことはこの作品で生み出されたものっていうのがサイバースペースっていう概念なんです。正確に言うとこの作品より前にギブスの短編で書いてるんですけど、サイバースペース。サイバースペースという言葉は多分今は普通に使うと思うんですよ。コンピュータネットワークでつながった世界、コンピュータネットワークの中の世界のことをサイバースペースと呼ぶ言い方はもう多分相当普通になってると思う。でそれに、この作品の翻訳者である黒間久さんは電脳空間という訳を当てました。電脳って電気の脳の空間ね、電脳空間。電脳空間の横にサイバースペースっていう振り仮名を打つっていうスタイル、この翻訳スタイルを確立したのもこれ黒間さんで、多分そういうルビの打ち方みたいなものも、今となっては相当普通だと思うんですけど、それを始めたのもやっぱりこのニューロマンサーを翻訳した黒間さんで、この作品の中では、主人公はケイスという人間なんですけど、アウトローですね、ハイテクハッカーなんですけど、アウトローハッカー、ネットワークに入っていって何か情報を盗んでくるようなこと、裏稼業みたいなことをしてた人なんですけども、それがいろんな事情でその能力を失うんだけどまた取り戻してっていうところから物語始まるんですが、能力を取り戻すために千葉シティになんていうバスへのカプセルホテルに泊まってるっていうところから物語が始まるんですけども、この中ではサイバースペースっていうのはコンピューターにキーボードで接続して画面を見るとかではなくて、今の言葉で言えばバーチャルリアリティ的な、要するにサイバースペースの中に入っていくことができる、入っていていかにもそのスペースにいるかのように、振る舞うことができる。でそれのことをこの作品の中ではジャックインする、かっこいいですね、ジャックインするというふうに表現しています。だからサイバースペースにジャックインしてその中で、また、このギブスの作品というのは基本的には、割と普通のというかそんな有名じゃない人が何か世界の秘密を垣間見て終わるっていう作品が多いんですけれども、これもその一つになっていて、そのケースという、一回のそのアウトローが世界の秘密を垣間見るという作品になっています。それで、ちょっと作品から離れてサイバースペースの話をちょっとしたいんですけども、もうどんどん話飛ぶんですけども、実は SF にはある種の文学運動っていうのがたまに起きるんですね。でよく知られている文学運動がニューウェーブと呼ばれている文学運動なんですけども、そこではそれ以前の SF は、ニューウェーブを率いた人たちはそれ以前の SF は、人間の外の世界、外宇宙でもいいし、何でもいいんだけども、外の世界を描いて、アウタースペースを描いていた。アウタースペースって言葉は普通は多分外宇宙を指すと思うんですけど、必ずしも外宇宙に限らず人間の外の世界を描くアウタースペースを描いてきた。だけどこれからは SF はインナースペース、つまり人間の心の中を描かなくちゃいけないんだと主張する人たちがいて、例えば J.G. バラードっていう作家が代表的ですけども、そういう人たちがニューウェーブという運動ですね、文学運動を繰り広げました。でそういう意味で言うと、ニューロマンサーは新たにインナースペース、アウタースペースでもインナースペースでもないサイバースペースという新しいスペースを導入したんだと言ってもいいかもしれない。ちょっとそこはそれほどインナースペースアウタースペースというほど大きな違いかどうかわからないんだけれども、でもそのサイバースペースという概念の導入は相当大きい。それだけではなくこの手のギブスンが書いたような作品群はサイバーパンクと呼ばれるようになります。アウトローが出てきてそのサイバースペースでなんちゃらするみたいな、そしてその未来のハードボイルドみたいなスタイルで書かれる作品が、サイバーパンクと呼ばれるようになるんですが、サイバーパンクもまた文学運動としてギブスンだけではなく、ギブスンとかブルース・スターリングとかルーディ・ラッカーとかポール・デ・フィリポとか、そういう、ちょうどこの同年代の作家たちによってある種の文学運動として繰り広げられていくことになります。で再びこのニューロマンさんに戻りますが、ニューロマンさんのストーリーもこれももうさっきも言ったようにやっぱりこれディテールが面白い作品なんで、もうぜひ読んでほしいんですけれども、ここでは、世界の秘密を垣間見る、何を垣間見るかというと、この
電脳空間サイバースペースの中に AI がいるんです。 AI っていうのはアーティフィシャルインテリジェンス、人工知能ですよね。今人工知能っていうとなんか問題解決のためのプログラムみたいになっちゃってますけど、そうじゃなくて本当に知能としての人工知能がいるんだと。サイバースペースの中にいる。それは、あるコングロマリットによって作られたんだけれども、ただ、この時その人間を超えるような AI を作ることは禁止されているので、そうじゃない形で、そうじゃないものを作られているんだけれども、その AI は実は要するに進化を求めているわけですね。AI が自ら進化を求めている。そのためにケースは使われるっていうのが最終的な話なんですけれども、ここで出てくるのはとにかく、AI、何か知能、感情があるかどうかわからないんだけど進化しようとする、進化の方法についてはもう読んでもらいたいんですけども、進化しようとする意思を持った AI というものが実はいるんだと。サイバースペースの中にいるんだ。この空間なんかサイバースペースの中にいるんだというビジョンが最終的にじゃないけどね、分かって、終わるという物語になります。ぜひこれディテールが本当に大事な小説、ディテールが面白いのでもうぜひ読んでください。このスタイリッシュな文体、確かにね、もうこれ以降ギブスのアリューみたいなのがたくさん出てくるんで、もしかしたら皆さんにはもうそれは何ていうのかな、おなじみのものかもしれないんだけれども、始めたのはギブスンですよ。ちょっとオリジナルに当たるのはいいことです。さてその後、ギブスンは、このニューロマンサーの続編を2つ書きます。カウントゼロとモナリザオーバードライブ。タイトルからしてかっこいいじゃないですか。カウントゼロとモナリザオーバードライブを書き、その後次の作品としてさっきちょっと名前を挙げたブルース・スターリング、同じサイバーパンク作家のブルース・スターリングと共作でディファレンスエンジンという作品を書きます。これは最初の角川のハードバック版ですが、今は多分早川文庫版が出ていると思います。このブルース・スターリングという人はサイバーパンク運動の中で、一つなんていうか、リーダーみたいな存在で、アジテーターですよ。サイバーパンク運動をやるんです。新しい文学、新しい SF を作るんだ。でそれはこういうものなんだということをアジテートした人なんですけども、そのブルース・スターリングがウィリアム・ギブスンと組んで書いたのがこのディファレンスエンジンで、最後にこのディファレンスエンジンの話をします。でこれは一転して物語の舞台はビクトリア朝のロンドンです。でどうなんだよと、それはサイバーパンクなのかというと、これがサイバーパンクなんですね。皆さんはチャールズ・バベッジという人を知ってますかね。聞いたことがあるでしょうか。チャールズ・バベッジというのはコンピューターの父です。コンピューターの父と呼ぶべき人はたくさんいる、何人もいるんですが、その中の一人がチャールズ・バベッジで、チャールズ・バベッジという人は、機械式の計算機を設計しました。発明しました。実際に作ったかって言われるとできてないんですけど、設計しました。でそれの最初の機械がこのタイトルにもなっているディファレンスエンジンというものです。日本語では解差機関とか差分機関とか呼ばれます。ただこれはコンピューターというよりは電卓に近くて、ある種の決まった計算しかしない計算機なんですね。だからそれだとコンピューターとはとても言えない。ところがバベッジはその後ですね、本当の意味でのコンピューターを設計します。それはアナリティカルエンジンと呼ばれます。日本語では解析機関と呼ばれているんですが、それは本当にプログラム可能なんです。今のコンピューターと同じでプログラムして、それはパンチカードを使うんですけど、プログラムを読ませるとそれに応じて計算をしてくる。歯車式だけどね、計算をしてくる。だからプログラムさえ書けばどんな計算でもできるという意味で、まさに今のコンピューターのひな形祖先にあたるものなんですが、ただし全部が歯車で動く。そしてあまりにも巨大であるため、ディファレンスエンジンは一応手回しで動くんですけれども、解析機関アナリティカルエンジンの方はあまりにも巨大であるために、それを回すために蒸気機関が必要だというふうに言われたわけですね。そこで、ここに出てくるもしアナリティカルエンジンができていれば、それは蒸気機関式のコンピューターであるというわけです。これももしかするとすでにラノベとかには取り入れられているアイデアだと思うかもしれないんだけども、それをちゃんと出したのはこのディファレンスエンジン。
これでディファレンスエンジンはだからタイトルはディファレンスエンジンであるにもかかわらず、中に出てくるのはアナリティカルエンジンなんですね。でビクトリア朝の時代に本当にアナリティカルエンジンがあったとしたら世界はどんなふうに変わってますかということをこの物語はずっと描いている。それでじゃあなぜタイトルはディファレンスエンジンなのかということなんですけど、そこで、この物語の一つの大きなテーマである、カオスと呼ばれる、理論、数学理論といってもいいし物理論といってもいいんですけど、現象といってもいいです。カオスと呼ばれるものが、重要な役を果たします。カオスっていうのは、皆さん、聞いたことないかもしれないんですけど、バタフライ効果っていう言葉は知ってるかな。バタフライ効果っていうのは、気象学者のエドワード・ローレンツという人が言ったんですけれども、ブラジルで蝶が羽ばたくか羽ばたかないかぐらいのわずかな違いがやがて大きな気候の違いに気象条件の違いに変わり、最後にはテキサスでハリケーンが起きるか起きないかぐらいの巨大な違いになりうるんだよと。つまりほんのちょっとの差がすごく大きな違いになる、ことがあるんだというわけです。振り子みたいなものではそんなこと起きませんよね。そうじゃないんだけども、そうじゃないちょっと複雑なシステムではほんのちょっとした違いがすごく大きな違いを生みうる。それをカオスと呼ぶんですが、おそらく、これは僕の想像ですけれども、そのギブスンとスターリングがこの物語をディファレンスエンジンと名付けた理由は、そのビクトリア朝の時代にコンピューターがあったとしたら、もしその時あるとすれば電子仕掛けはないんだから蒸気機関だろうっていうのはいいとして、コンピューターがあったとしたら世界はどんだけ変わりました。コンピューターがあるとない、蝶の羽ばたきに比べれば圧倒的に大きな違いですけれども、そういう違いを導入したらその時世界はどんなふうに変わってるでしょうということを描く。そのための、違いを作り出す装置としてのアナリティカルエンジン、だからディファレンスを作り出す装置としてのディファレンスエンジンとしてのアナリティカルエンジンを、描いたという意味で多分ディファレンスエンジンとつけたんだろうと、これは僕が勝手に想像しているんですけれども、でこれも相当複雑な小説ですが、面白いです。ビクトリア朝時代のそのいろんな、話、なんていうんですかね、コンピューターがあったらこんなに世界が変わりましたみたいなことが書かれていて、登場人物ももう有名な人物が、出てきます。森有則とか出てきたりですね、それから、プログラマーの元祖プログラマーと呼ばれる、エイダ・ラブレイスが出てきたりですね、そういう人たちが出てくる、史実とそれから、そのコンピューターというものがあることによるその違い、歴史の違い、こういうのを歴史に何かを if もしもを入れて違う歴史を作ることを歴史改変小説って言いますけれども、歴史改変小説の一つですが、その中でも大変よくできた作品だと思います。これもディテールが面白いのでぜひ、傑作です。大傑作です。90年代の SF の、これ90年に出版されたんですけど、1990年代を代表する SF で、大傑作だと思います。で、この物語はコンピューターが機械仕掛けだけどもコンピューターがあったら何が起きるかということを描いているんですが、その先のビジョンがあって、この物語には、人工知能なんですね。で、これは一つの思想なんですけど、十分に複雑なコンピューターに十分に複雑なプログラムを走らせると、それはある意味意識を持ってしまうのではないか。コンピューターが意識を持ってしまうので、これは、理論でもなく何でもなくてある種の思想ですよ。人間の脳も非常に複雑な計算をしているだけじゃないかっていう考え方に立った時に、じゃあコンピューター、十分複雑なコンピューターに十分複雑なプログラムを走らせたらもう意識みたいなものが生まれるんじゃないかという、これは理論じゃなくて思想です。そういう思想があります。でそういう思想に基づくと、実は計算って何でもいいんですね。電子計算機である必要はないわけです。計算ができればいい。計算っていうのは、抽象的なもので、それを何で実行するかっていうのは関係ないわけですね。でここでは蒸気機関で動く歯車仕掛けのコンピューターがあって、だけどそれでもいいわけですよ。それに十分に複雑な
プログラムが走ればすごく遅い、電子計算機に比べれば圧倒的に遅いかもしれないけれども、そこには何かしら生まれうるのではないかというビジョンが提示されます。そこのところは、ちょっと読んでくださいとしか言えないんですけども、そういうビジョンが提示される物語になっています。傑作です。これは傑作です。今日は傑作しか紹介してないんですけど、傑作です。それで、今日紹介する作品はここまでなんですけれども、なんていうかな、一見筋が通っているように見えて、前半ディックで後半がギブスンで間にブレードランナーっていう、ただの連想ゲームみたいな話なんですけども、連想ゲーム的に僕の好きな作品についてお話ししてきましたが、一つはですね、ディックは、知能ではなくてもう知能を機械で作れるということはもう前提とした上で、感情の問題を議論というか、テーマにしたわけですね。それに対して、ギブスンとかギブスン・スターリングが機械に生まれる知能のことを問題にしたんだという意味ではつながってるっちゃつながってるとも言えます。とはいえこれは所詮教鞭かもしれない。でいずれにしても今さまざまな今の例えばビクトリア朝にコンピューターみたいな話、蒸気機関のコンピューターみたいな話は今は多分スティームパンクって呼ばれていて、そういうジャンルが存在しますから、もしかすると皆さんはラノベとかアニメとかで見たことがあるかもしれないけれども、そういうのを始めたのもやっぱりこのギブスンとスターリングなので、そういう意味で言うとさまざまなそれ以後のカルチャー、あるいは文学、漫画、アニメ、そういったものに、あるいは広告宣伝みたいな世界とか、あるいは舞台芸術みたいなロックバンドのもうステージとかね、もう Perfume でもいいんですけども、そういうのに大きな影響を与えた作品群というものを紹介しましたよと。いうことです。今日の僕のお話はこれでおしまいです。もし面白いと思ってくれたらぜひこういった作品群を読んでみてください。以上です。では。さようなら。